私たちの生活を支えるさまざまな電子部品、スマートフォンやパソコン、自動車など、今や私たちの生活になくてはならないものになっています。それらの製品のほとんどに半導体や電子部品が多数搭載され、高度なデジタル制御がなされています。たくさんの電子部品が電子機器を構成し、電子機器同士が世界中につながるようになりました。これらの電子部品の性能を保持するのに欠かせないもの、それがメッキ技術です。私たちの生活を支えている電子機器の中にある電子部品の多くの接点・接合に、日本高純度化学 JPC のメッキ薬品が使われています。日本高純度化学は金やパラジウムなどの貴金属メッキ薬品のメーカーとして、電子部品・電子機器の高性能化と信頼性向上に貢献してきました。スマートフォン、パソコンなどの電子機器は高性能・高効率化を図るため、基板上に多くの電子部品が配置されています。エレクトロニクスの発展とともに、回路の接点部もますます小さくなり、メッキの精度もより高いものが求められるようになりました。電子部品が小さくなることで、電気的なノイズやロスが発生しやすくなり、部品同士の干渉を防ぐために、より高い精度のメッキ処理と耐久性が要求されています。日本高純度化学は少数精鋭、ファブレス、開発型企業として、自社独自技術によるレシピ開発に特化した化学物質の配合の妙で付加価値を創出してきました。このような技術開発を続けることで、日本高純度化学は半世紀にわたってメッキ薬品業界をリードし続けています。また、日本高純度化学は電気自動車などの普及に伴い、高電圧や化合物半導体などの新素材に対応するメッキ技術の開発など、時代に合わせたソリューションも展開しています。特に AI 半導体やパワー半導体など、高効率、高速処理、高電圧、大電流といったさまざまな要求特性に応じた製品を開発しています。これらのエレクトロニクスを支える日本高純度化学の先端技術の一部を紹介します。プロテクティングエージェント PA は、当社メッキ薬品のキー成分であり、下地金属の酸化や腐食を防ぎ、均一な金メッキ皮膜の形成を実現します。プロテクティングエージェントは、特定の下地金属に選択的に吸着し、メッキ反応や皮膜物性をコントロールします。無電解ニッケル金メッキ ENIG のケースでその仕組みを見てみましょう。ENIG プロセスは、プリント基板上へ部品をハンダ実装するための表面処理として多く用いられています。金メッキ皮膜の役割は、ハンダ実装までの間のニッケル皮膜表面の酸化防止です。加熱すると金はハンダに拡散し、金で保護されていたきれいなニッケルとハンダが合金層を形成することで強固に接合します。ENIG プロセスは、無電解ニッケルメッキ後に置換金メッキを行います。置換金メッキ液にニッケル皮膜を浸積すると、ニッケルと金の置換反応が進行し、金皮膜が析出します。従来の置換金メッキでは、ニッケルメッキを行った素材を浸積すると、液中の酸素によるニッケル表面の酸化が発生します。また、ニッケルの極小腐食が発生したり、不均一なメッキになってしまいます。ニッケル酸化皮膜や不均一なメッキは実装不良の要因となります。当社のプロテクティングエージェントを含む金メッキ液を用いることで、この問題を解決することが可能です。プロテクティングエージェントを含む金メッキ液にニッケル皮膜が浸積されると、表面にプロテクティングエージェントが吸着し、液中の酸素による酸化を防ぎます。
プロテクティングエージェントはニッケル表面へ吸着したままではなく、脱離・吸着を繰り返しています。プロテクティングエージェントが脱離した時にニッケルと金の置換反応が起こります。プロテクティングエージェントがニッケル表面を保護しながら秩序だった置換メッキが進むため、均一な金メッキ被膜が形成されます。プロテクティングエージェントを含むメッキ液を使用することで最高水準のハンダ接続信頼性を実現できます。またプロテクティングエージェントの種類を変えることで他の下地金属や素材との組み合わせが可能です。このようにプロテクティングエージェントの技術を応用することでこれまでになかった画期的なメッキ液の開発に成功しています。オーロブライトバー7はコネクタ向けで微細エリアへの部分メッキに使用されており、薬品濃度をコントロールすることでメッキ範囲を自由に調整することが可能です。近年コネクタの微細化に伴い部分金メッキに求められる精度が非常に高くなっています。従来の金メッキでは基板とのハンダ接続時にコネクタピンの接点部分にまでハンダが濡れ広がるため接点不良を起こす原因になっていました。この問題を解決したのがニッケルバリア技術です。接点部分とハンダ実装部にのみ部分金メッキしてニッケルメッキ部分を残すことでハンダの濡れ広がりがニッケルで止まり接点部分まで広がりません。もう少し詳しく見てみましょう。ニッケルバリアを形成するにはメッキ液を噴射しながらメッキする必要があります。正確なエリアにメッキするためには適切なメッキ手法だけでなくよりエリア精度が出せるメッキ液が不可欠です。こちらは下地のニッケル状に部分メッキを行う様子です。ノズルからメッキ液を噴射して部分的に金メッキを形成します。従来のメッキ液ではコネクタピンの広い範囲に金メッキが広がってしまいますが、バー7を使用することで金メッキの広がりを抑えることができます。バー7を使用することで幅の狭い金メッキが可能となり、精度の高いニッケルバリアを形成することができます。また無駄な部分への金メッキがなくなるのでコスト削減にもつながります。この技術が認められオーロブライトバー7はスマートフォンのコネクタピン、ソケットなど小型化が求められる電子部品向けに広く利用されています。次にニッケルを使用しない次世代のメッキプロセスをご紹介します。チップレットパッケージの登場などを契機にそこで用いられる半導体パッケージ基板もさらなる微細化や高度化が進んでいます。現在パッケージ基板の表面処理としてハンダ接合信頼性の高い無電解ニッケルパラジウム金メッキ ENEPIG が多く用いられています。最初に銅状に無電解ニッケルメッキを行いますが、通常5マイクロメートルの厚みが必要です。この時側面にも被膜が形成されます。スペースが広い時は問題ないのですが、微細化が進むと隣のパターンとつながってしまいショートが発生します。この問題を解決するためニッケルを使用せず銅状に直接パラジウム金メッキを行う EPIG プロセスを開発しました。パラジウム金メッキの被膜はニッケル層を含む場合よりも大幅に膜圧が薄くなるため微細配線でもショートが発生しません。銅状にパラジウムメッキ被膜を密着性よく形成することは難しく、銅とパラジウム被膜の界面に隙間、ボイドが発生することが課題でしたが、当社はプロテクティングエージェント技術を応用することでこの問題を解決し EPIG プロセスを確立しました。微細配線でも配線外への析出を起こすことなく銅状にパラジウム金被膜を形成できることを確認しています。
また 5G やさらに先の世代の移動通信システムに向け高周波対応が必要です。この高周波対応にもニッケル不使用プロセスは非常に有効で、今後の利用拡大が見込まれます。メッキっていうのは、一般的にはメガネ、時計、指輪の装飾の金メッキっていうのが思い浮かばれると思うんですが、当社の金メッキっていうのは接続接点、特に電子材料に多く使われています。例えばスマートフォン、パソコン、車、サーバーの部品と基板をつなぐ接続接点、ここに当社の金メッキが多く使われているんですが、架け橋となるまさしく接点材料を我々は作っている。やはり小資源、ここはもともとの私たちのメッキ事業、メッキ薬品事業、これがもうそもそもがサステナブルになっています。ただそのサステナブルをもう少しエネルギーで読み替えると電池材料、ここに役に立てられる技術です。電池っていうこととメッキっていうことは全く別物のような捉え方をしていると思うんですが、メッキっていうことと充電っていうことは全く同じプロセスです。これらも全てプラス極とマイナス極の電極が用いられています。そこの電極、電解質、電解液、ここの分野にこれまでの酸化還元の技術、これを活用して急速充電、急速放電、ここの技術の材料に我々の技術は貢献できるのかなというふうに今期待しているところです。当社の理念というのは科学の好奇心でエレクトロニクスに役立つ。その会社でケミカル、エレクトロニクス、この架け橋となる。これが我々の経営の理念、そこにつながっているものだと思います。